では本日の AI 講座を始めさせていただきます。本日はですね、Google ワークスペーススタジオというものをご紹介したいと思います。こちらですけれども、Google の製品ですね、作業を自動化することができるものとなっていまして、最近日本語で使えるようになったこちらを紹介していきたいと思います。Google ワークスペースを使っていらっしゃる会社さん、個人では使えないんですけれども、企業であれば使っていただけるものになります。で、いろんなことができるんですけれども、今回はですね、メールの受信トレイの管理についてご説明をさせていただきます。まずはですね、デモンストレーションから行いたいと思うんですけれども、設定をしたのがですね、自分宛てに質問があるメールを受信したら、チャットで知らせてくれるというワークフローをですね、設定したいと思います。例えば、このようなメールがあります。社保手続きの件ということで、入社した方の社保手続きは済んでますでしょうか？手続きが済んでない場合は、速やかに手続きをお願いしますという内容のメール。こちらを受信したとします。テストで今回行いますと、自分宛てに送信するという形になりますが、送信してみます。今、メッセージを送信。受信するまで少々お待ちください。メールの受信ができてますね。でですね、メールの受信ができているんですけれども、このチャットですね、こちらにこのようにメール内の質問を検知して通知という設定がありまして、右側に通知が出なかったんですけれども、通知が設定できていれば、通知ちゃんと出てきます。こちらのですね、Google チャットの方に、このようにですね、新着メールにあなたへの質問、要するに私への質問が含まれている可能性があるということで、このように、アラートのような形で、出して、チャットを送ってくれるというものになります。なので、例えば、大事なメールとかですね、特定の案件のメールだったりとか、そういったものを、見逃さないように、するために、こういったツールを使っていただくのはいいかと思います。今までも Gmail のフォルダ分けといいますか、そういったラベルをつけて、そのラベルの方に仕分けしていく、件名とか差出人だったりとか、そういったものを、トリガーにして仕分けしていくという設定もありますし、あとはガスですね。そういったものを使って、Gmail の仕分けしたりとか、プラグを立てるとか、そういったことはできるかと思いますけれども、Google ワークスペーススタジオのいいところは、そこに AI が入るっていうのが、一番特徴でして、ジェミニさんですね。こちらが使えるような形になりますので、今回のこの例のように、新着メールであなたへの質問ってすごくざっくりしてると思うんですけど、いろんなパターンがあります。なので、そういったものを AI が判断して、これは私宛ての質問が含まれているんだなというのを判断して、通知してくれるというところが、大きな特徴になっています。では、設定の仕方を説明していきます。まずですね、Gmail 開けていただくと、ここにスタジオというアイコンが出てきていますので、こちらをクリックします。そうですね。おすすめというところにですね、このように、あらかじめ設定例みたいなものがいくつか出てますので、これを使って設定していただくのもいいかと思います。このような形でですね、未属メールの要約を取得するとか、重要な人物からのメールについて通知を送るようにするとかですね、こういった設定はもともとテンプレートとしてありますので、使っていただくのもいいかと思います。このさらに活用スタディオっていうのをクリックしていただきますと、Google ワークスペーススタジオの設定画面になります。元からテンプレートがいろいろありますので、こちらを使っていただくのもいいです。最初はこれを使ってもらった方がいいと思います。あとは自分で作成することできるので、フロー新規作成という、ここからは、自分で好きなように、カスタマイズして、作っていただくことができるというような形になっています。先ほど私が、作ったメール内の質問を検知して通知するというのは、こちらのですね、入力窓からリクエストの管理ですね。こちらのプロンプト例をそのまま使用しています。メールを受信するたび、私への質問があるかどうかを判断し、質問がある場合は知らせてという内容ですね。では、こちらで作成していきます。
こちらですね、もうテンプレートそのままですので、この設定変える必要はないかなというところなんですけれども、このようにですね、開始の条件とアクションですね。このアクションをクリックしたところでですね、このようなプロンプトが自動的に入力されてますので、これも基本的にそのままでよろしいかと思います。続いて、分岐条件ですね。最後にステップ5として、チャットで通知するという内容になっています。こちらをオンにするというのをクリックしていただくことで設定完了です。設定したものはこちらで管理ができますので、アクティブだと、生きている状態ですね。2つ同じものができてしまったので、削除していきます。設定は以上になります。このようにですね、メールたくさん届いて埋もれてしまうということあるかと思いますけれども、こういったGoogle ワークスペーススタジオなどを使っていただくことで、自分に本当に必要なメールを通知してくれるというものがありますので、こういったものを使って大事なメールを見落とさないようにしていただく、AI の力を借りてメールの管理をしていただくというのもよろしいかと思いました。では、本日の AI 講座は以上となります。